これ止めるときはちょっとこうやって止まる。本当だ。これで止まる。なんで振ってるんですか？回さないと出てこない。ゴッポンゴッポンってなっちゃう。早いですよね、落ちてくる。私お酒が泡立ててるのってあんまり知らない。見える。でもね、相当じゃあ。今日プラの担当していただきありがとうございます。ちょうど9月9日商用の節句ということでみんなで思います。で、乾杯の前にお酒を皆さん飲まれたらどうぞ。この節句が今日なんですね。で、日本の五大節句というのがあって、毎月の奇数月ですから、一番最初が1月元旦、3月3日、5月5日、7月7日、そして9月9日、11月がないんですからね。どういうわけだか、9月でおしまいになってる。あと、これが節句だから節目ってことなんですが、もう一つあるんですね。2月3日の節分。お酒に関して言うと、すごくこの節句は関係があります。節句のたんびにいろいろな状況が変わっていくんです。重陽の節句の今日の日から酒が良くなるっていうのは、もうどの酒蔵さんも承知していて、私も、この時期になると美味しくなるからいいね。これから9月の9日から、これからずーっといいお酒の状態が続くんです。私の経験でね。ところが、皆さんが普段日本酒を飲まない人が日本酒を買うお正月を前にした12月の20日過ぎぐらいからお酒の状態はちょっと鍋底になります。悪い状態になる。で、それが治るのが年が明けた2月3日の節分ですね。で、それまで調子が悪いんですね。で、その後、2月の3日ぐらいから元に戻って、今度は夏を迎える。梅雨時から夏にかけて、これが最悪の状態ですね。もう、どん底になって。で、どん底になってんで、9月9日で、元に戻りますよって、こういうパターンで、どのお酒もなるような気がします。で、不思議なことにですね、古酒は関係ないんです。ですから今ここに入ってるのは、菊姫の吟醸で2年古酒なんで、古酒はそういう影響を全然受けないんです。ですから私の場合は、古酒をいっぱい入れるとね、古酒がこれ進むとちょっとラウジオの匂いが、ひね感が出てくるんで、そのひね感が出ない程度ぐらいね、ほんのちょっと酒を加えると、その不安定な時期のお酒の良くない時も結構それで治ります。売る商品にはね、酒屋として売る商品は線を開けて、そういうものを入れて売るっていうのは酒税法違反になってしまう。できないんですけどね。1階の店とか2階の店では、そういう必要があればそういうふうにやって、ちょっと安定させるっていうふうにしてます。非常に不思議なことなんですけどね、そういうことが起こってます。日本酒ってワインのように、ヴィンテージってないんですよ。ワインは農産物なんで、あの年は良かった。この年は悪かったっていう。良かった年はちょっと値段が高くなるってね、そうなってますけど、日本酒はそうじゃなくって、お米の出来が悪くても気候が悪くても、とにかく蔵の中で人間の力で何とかするんですね。農産物の加工品ではないんで。その代わりも去年もそうだって、今年、この間の作りも、もうみんなもう目真っ赤ですよ。寝る時間がなくなってくるんですね、管理するために。皆さんの健康を祈ってですね、乾杯したいと思います。じゃあ乾杯。乾杯。これは四季桜の純米大豆。こちらが菊姫の。どちらも。美味しいですね。
女性を出さなきゃいけないってんで、いろんな会社から引っ張りだからね、いろんなところの、私、柔道なんかやったことないのになっちゃったんですよとかね。皆さんにお話したいのは、最近は大吟醸なんかだと、当年物で自分のところで貯蔵して飲み頃を見て出しますんでね。これ、何年度のお酒ですっていうのことが書かれることがたまにありますよね。もっとやった方がいいと思うんですけどね。日本酒っていうのは人間の暦と違って1月元旦から12月31日じゃないんですよ。会計年度も4月から始まって3月31日ですよね。で、お酒は酒造年度というやつで、7月1日から翌年の6月30日を一つの単位にするんです。ですから、こっちのお酒は今年のお酒ですからね。今年のお酒ってことは平成5年なんですね。平成5酒造年度というのは6月30日まで続くんです。ただ、酒作ってないですけどね。ですから、今のような9月になると、これは作りの現場ではもう古酒なんです。前の年のお酒。大吟醸のようなものはそういう傾向が最近出てるけど、普通のお酒というのは、さらにヴィンテージが書けない理由というのがあるのは、前の年のお酒と今年のお酒をブレンドするんです。で、一年中同じようにしなきゃいけないから、今売っているお酒がどんどん減ってくると、いわゆるその前の年の分ですね。今年のお酒ももう火を入れたのがあると混ぜるのが始まるのが、だいたいどこの蔵でも5月ぐらい。だから5月ぐらいの時はまだ混ぜる新酒の方が、まだ熟成してないんで、すごくばらつきがあるんですね。これをブチって言うんですよね。白黒のブチ。犬とか牛のね、色の模様のブチ。で、ブチが始まる時に通常、いつも決まったお酒を飲んでいるお客さんから一番苦情というかね、問い合わせの、なんかおかしいんだけど、とかね。そういうことを言われるのはそこから始まります。ですから、この間も、このところで大体どこの蔵も飲み切りをね、初飲み切りで貯蔵中のお酒のタンクのチェックやってるんですけど、その時に同じタンクが何本もある場合は、飲み切りを担当する人間はその順番も考えなきゃいけないんですね。もし今のお酒に、ブチをやるんだとしたら、まずこのタンクだろうね。その次はこのタンクだろうね。っていうようなことをね、やるっていうようなことがあります。ですから、前のお酒と今年のお酒が一緒になるわけですから、ヴィンテージの書きようがない。でも日本酒の場合は、いわゆるいつものお酒はいつもの味でいつも同じ値段でなければ日本人納得しないんですね。ワインは適当ですよね。去年はすごく良かったから高くするっていう、こういう感じです。でも、その日本人の習性というのは、国産のワインを見るとわかるんですよ。メルシャンでもサントリーでもマンズワインでもね、いつも同じですよ、値段。同じね。1200円と1500円とかね。で、それが外国と日本のだいぶ違うところですね。日本は特別にいいものができたときはもう別の名前で出すしかないみたいなね。そういう感じになってますけどね。今日は、菊の節句で今日から美味しくなるということで、何かいろんな工夫をする必要もなしだし。で、特に菊酒を飲むと長寿になる。病気にならないっていうふうに言われてますので、縁起も兼ねてそれを飲もうと思います。菊酒そのものは、菊姫さんは蔵の名前が、酒の名前も菊なんで、菊酒の発祥の地とは言いませんけどね。菊姫さんのところを流れてるのは手取川なんで、金沢市内に流れてる西下のね、上流の方で、菊の花の、花びらからね、夜露が落ちて、それを取ったみたいなね。それをなんか、花びらを入れてね、杯に浮かして飲んだっていうような、ちょっと、風流なんでしょうね、加賀の国はね。そんなことがあって、菊酒っていう名前で。別に手取川でもどこでも構わないんでしょうけど、日本人は四季の中でね、生活してるんで、菊酒もいいなっていう。夏木が頑張ってくれて、なかなか今の時期ね、菊の代輪がないんですよ。今年はうまく大きいのが手に入りました。2025年4月から、日本人以外を対象とした、英語版のお酒の教室を開講予定です。詳しくはホームページをご覧ください。